AI がセルフチェックをしてくれているということですね。こういったね、矛盾した回答がね、起こりにくくなります。これ実は、安野さんのね、動画で非常にね、わかりやすくね、解説されてたんです。どうも、トールです。今回の動画では AI の嘘、いわゆるハルシネーション、これをね、どうやって防いでいこうかというテーマで解説していきたいと思います。どうぞ最後までご覧になってください。このハルシネーションの問題ね、私もね、少なからず痛い目を、見ているんですが、やっぱりね、AI と上手に付き合いながら、ハルシネーションを防いでいくということがね、大事なんじゃないかなというふうに今思っております。より信頼性のある情報を発信していくには、まず AI にね、ハルシネーションをできるだけ起こさせないようにこちらがコントロールをすると。それでもね、やっぱりハルシネーションって起きてしまうものなので、出力されたものに対してハルシネーション起こってないかチェックすると。そして最後、人間の手でファクトチェックをしっかりしていく。この3段構えでね、AI と共同作業していくといいんじゃないかなというふうに考えています。それで、ここがね、一番ね、重要ポイントと言ってもいいんではないかなと思うんですけれども、そもそも AI が出力させるときに、AI に出力させるときに、ハルシネーションを防いでいけばいいんじゃないかと。ここの部分に関しては、やはりプロンプトでコントロールしていくというのが重要なポイントになります。例えばですね、具体的な指示を与えるですとか、その中でね、根拠を求めたり、推論を避けてねというような指示を出したりということもね、一つの方法です。では、このね、プロンプトの部分について、まずね、ご説明していきたいと思います。今回の動画では、5つのね、プロンプト。場面によって使い分けていただくために5つのプロンプトを用意しました。これ1つ目なんですけれども、万能型のプロンプトです。何が万能型だというのかと言いますと、どの場面でも使えますよ。オールマイティに使えますよっていうことなんですよね。ですので、迷った時はとりあえずこれを使ってくださいと。初心者の方は、まずね、このプロンプトを使いながら、AI と上手に付き合っていっていただけるといいかなというふうに思います。そもそも AI はですね、自信満々に嘘をつくんですよ。これをね、頭の隅に置いておいてください。で、このプロンプトでは、根拠のある情報だけ答えてねと。わからないことはちゃんとわからないと言ってね。憶測で書かないでねということなんですよね。で、このプロンプトを使って AI に、質問をしていくとですね、その回答として、根拠に基づくと〇〇ですとかね。この件に関しては情報がなくて分かりませんでしたってね、素直に答えてくれるんですよ。こちらが実際のプロンプトになります。優先順位としてはですね、回答の網羅性とか回答の長さよりも正確性を優先してくださいねというふうに指示しています。あとはルールとして根拠があって自信を持って答えられる情報のみ出してねと。不確かとか不明だということが判断した情報は出さないでいいですよと。あと、出力できない情報があるときは、〇〇については回答できませんと。ちゃんと言ってくださいねというような、指示をしております。それで皆さんにやっていただきたいのは、この AI に質問したいことですね。聞きたいことを、ここ一番最後のところに入力すると。この赤字の部分ですよね。ここだけやってください。今回はサンプルとして AI のハルシネーションとは何ですか？初心者にもわかるように教えてくださいと。これをね、AI にお願いしていきます。それではこのプロンプトね、ここからずーっと全部コピーをして AI に貼り付けていきます。今回はチャット GPT の無料プラン、無料で使えるプランでいきたいと思います。このように先ほどコピーしたプロンプトをそのまま貼り付けてください。で、貼り付けたらチャット GPT に投げていきます。そうすると、ものの数秒でこのように回答が出てきて、初心者向けですので分かりやすい説明から入り、なぜ起きるのかなんていう情報も書いてありますね。そして具体例を挙げてくれたり、重要なポイントですね。AI は嘘をつこうとしているわけではないんですよ。それっぽさを優先する仕組みが原因なんです。専門的な内容ほどハルシネーションが起きやすいんです。というようなポイントをね、挙げてくれています。さらに対策として、情報の出典を確認するとか、重要な内容は複数の情報源で裏取りするですとか、AI の回答をそのまま使わないなんてね、こういった対策方法も教えてくれてます。それでまとめとして、ハルシネーションとは
AI が事実ではない情報を自然な文章として生成してしまう現象です。こうね、回答してくれているわけなんですね。そこで、ここ重要なのが出典なんですね。何を参考にしましたかということで、この3つを挙げてくれてます。OpenAI と Google と IBM ですね。このように文献を出してくれてますね。あとは、この内容をご自身の目で確認したりしていくということがね、ポイントになってくるわけなんですが、じゃあ実際にやってみましょう。これね、このままコピーをします。このタイトルですね。この論文のタイトルのコピーをして、あとは Google の検索窓に貼り付けて検索していくという流れです。はい。このようにね、Google の検索窓に貼り付けたら、このまま検索してください。そうするとね、ずらーっとこの論文が出てくるんですが、一番読みやすいのはこの日本語のところですね。なので、OpenAI の公式ブログの日本語バージョン。これを読んでみましょう。はい、そうするとね、このような感じで2025年9月5日の論文ですね。言語モデルでハルシネーションが起きる理由と。これ英語のね、ものを日本語訳してやるという感じですね。こんな感じで、ダダーっと出てきます。書いてありますので、ここでね、内容を確認するということになります。今回のサンプルはね、確認するまでもなく簡単な内容だったので、さらっと流してしまったんですが、実際もうちょっとね、複雑なものですとか、専門的なことであれば、先ほどの記事を見て、ちゃんとね、この回答の内容が合ってるのか、これをね、チェックしていくというのが大事になります。それでは次のプロンプトです。これは、どんなものかというと、事実確認とか調査型のプロンプトと、勝手に私が名付けたわけなんですが、これはですね、実在確認。人物名とか書籍名とか、あと、いろいろな固有名詞とかね、ありますよね。こういったものの事実確認が必要な時っていうのは、このプロンプトを使うともっと便利ですよということなんですよね。AI って固有名詞とかね、本当に適当にね、想像で作ってしまうことあります。特に URL とかはね、もういかにもっていう URL を勝手に作りますからね。ここね、すごく要注意なんですよ。このプロンプトのね、肝になるのが、実在が確認できないものは答えない。こういったね、指示を与えていくことなんですよね。そうすると、出力の内容として、根拠のある情報だけを出してくれるようになります。で、不明確なものは、ちゃんとね、出せませんというように言ってくれます。なので、憶測で何かね、この固有名詞を出したり、URL を出したりということがね、格段に減ります。それではね、このプロンプトを見ていきますと、優先順位はね、もちろん正確性を最優位にしております。で、ルールとしては、確実な情報だけ出してねと。不確かな情報は出さないでくださいということです。で、固有名詞に関しても確実でないものは使わないでください。あとね、一度出力した内容を最後に、セルフチェックしてくださいね。なので、AI が私たちの前に出力する前に自分の中で一回セルフチェックするということなんですよね。こういったようなね、ルールを設けています。それで今回のサンプルとしては、ここですね。OpenAI が2025年9月に発表したハルシネーションに関する論文のタイトル、著者、主な結論を教えてください。これをね、AI に指示していくというわけです。それではね、このプロンプトを全部コピーして、また同じようにね、チャット GPT に貼り付けていきましょう。はい。このような形でね、先ほどコピーしたプロンプトをそのまま貼ります。このね、聞きたいところに、皆さんがね、AI に質問したいことを毎回貼っていただくという形になります。はい。では、このまま先ほどのプロンプトを貼り付けたら AI に投げていきます。はい。このようにね、回答出ました。論文のタイトルはこうですよ。著者の名前もね、ここまで確認できますということですね。で、発表時期も書いてありますね。あとは、主な結論として、こういうことがありますよと4つね、書いてくれてます。あと、回答できない点として、OpenAI が公式に発表した論文としての正式な著者一覧ですね。で、これは完全な公式著者リストが一貫して明示された一時情報を確認できないためと。こんなね、きっちりしたことをね、教えてくれてます。これはね、後で見ていただくんですけど、実際論文を開いたらね、書いた人全部載ってますので、そこでね、チェックできるという形なんですが、AI はね、律儀にここまでしてくれてます。こういうところを見るとね、先ほどのプロンプトすごく効いてるなっていう感じがしますね。それで、あとですね、ここのセルフチェックですね。AI が、セルフチェックをしてくれてるということですね。論文のタイトルは、
この資料でちゃんと一致するのを確認してますよとか、複数のソースでね、私の主張を一致することが確認されていますよ、というようなことをね、ちゃんとチェックして、これを出力してくれてるということになります。このね、セルフチェック、AI 自身によるセルフチェック、これがあることによって、一個ね、フィルターをかけられるので、これすごく有用なんですよね。では実際に、これ本当に合ってるのか人の目でチェックするということで、ここね、ちゃんとリンクが出てるので、もうここでもね、確認できますし、内容を確認したいときはこのままね、これクリックすればいいだけです。じゃあ実際ね、中身確認してみましょう。はい、このページですね。このページ、先ほどのところをクリックすると、このページにたどり着きましたので、ここを確認していくというわけなんです。これはね、もう、日本語翻訳ね、ざざっとしてもらえば内容確認できますね。あと、この論文に関してもっと見たいときは、この PDF、これがついてますので、ここもね、ちょっと一回確認してみましょう。はい、こんな感じでね、論文の本体が出てきましたね。はい、9月4日ですね。9月4日の論文で、ここに著者の一覧4名の方が載っていると。で、これ全部ね、ざーっと見ていく。これ英語なんですけど、ざーっと見ていく。これ36ページの論文。かなりね、濃い論文でした。これがね、出てきます。で、これのことですよって言ってるわけですよね、AI は。ここですね。これ論文のタイトル合ってましたよね。で、あとは著者の名前と。はい。これも4名の方載ってましたね。で、こういうようにしてチェックをしていくと。最後ね、人間の判断で、人間の目でチェックしていくということです。ちなみにですね、この論文に関しては結構ね、いろいろなところで引用されたり、解説されたりしてる、重要なものになるんですけれども、これ実は、安野さんのね、動画で非常にね、わかりやすくね、解説されてたんです。で、私これも見てね、なるほどなって思ったところも、たくさんあったので、ぜひね、ハルシネーションについてもうちょっと知りたいよっていう方は、この安野さんの動画ね、ぜひ参考にしてみてください。先ほどの論文ね、すっごくわかりやすく解説してくれています。動画のね、URL 概要欄に貼っておきますね。では次、3つ目行きましょう。これはね、要約文章処理型プロンプトっていうことで、これはね、何かというと、こちらからね、資料を与えます。例えば記事ですとか、文章、会社の資料とかね、レポートとか、いろんなものを与えて、これね、要約してとか、まとめてレポートにしてとかね、まとめて資料にしてなんていう時に使いやすいプロンプトになってます。なぜこのプロンプトが必要なのかというと、これ実は情報をね、与える。こちらからその資料とか素材をね、与えたとしても、それをね、勝手解釈して AI ってね、良かれと思ってやってしまうことがあります。で、こちら側としては、素材ね、決められた素材しか渡してないので、内容絶対合ってると思ってしまいがちなんですが、ここもね、やっぱり普通にこの資料に基づいてちょっとまとめて、みたいなね、簡単なプロンプトにしてしまうと、憶測とか推測で、書かれてしまうこともありますので要注意です。それでこのプロンプトでは渡した文章、渡した資料にない情報は一切加えないでねっていうようなルール付けをしております。そうすることで、元のね、資料だけを使ってしっかりね、出力をしてくれるということなんですよね。注意点としては、元の資料がグズグズなものだと、やっぱりグズグズな資料しか出てこないということなので、そこだけはね、注意しておいてください。こちらがね、実際のプロンプトになります。で、優先順位としては、ルールを絶対守ってください。これルール遵守ですね。これが一番ポイントにしてあります。で、そのルールは何かと言いますと、この文章、いわゆる渡す資料ですね、に含まれる言葉情報のみを使ってくださいね。で、あとは、解釈、推論、補完は一切禁止すると。これ強いね、ルールを敷いております。で、あとは、文章に書いてある内容か判断できない場合は書いていないものとして扱ってねという風にしております。それで、一応出力形式としては、箇条書き、10個以内にまとめてくださいねという風にしてあります。で、この出力形式のところを、皆さん勝手にね、いじっていただければ、ご自身の思うような感じで AI が出してくれるという風になりますので、ここはね、自由にカスタマイズしてください。それで今回は、サンプルとしてこのハルシネーションですね。AI のハルシネーションとはということで、こういったね、文章をだーっと載せておくと。で、これを使って、
回ね、AI 出力させてみましょう。では、このね、プロンプト全部、この赤いところまで全部コピーをして、チャット GPT に貼り付けていきましょう。はい、このように、先ほどのプロンプトをコピーして貼り付けたら、そのままね、投げていきます。そうすると、この元の素材ね、ここの内容を把握して、10個、箇条書きでポイントを出してくれているという形になります。今回はね、この短い文章で箇条書き10個なので、ほとんどこう出てるわけなんですが、これ見ていくと、ここの中に書いてないものは、ここに出てきてないんですね。これが重要なんです。与えた素材だけを見て、要点をね、書き出してくれてるということなんですよね。ここもね、必ず確認をするといいと思います。もう一つね、やってみましょう。もう一個はね、先ほどの論文ありましたよね。これです。この論文を、プロンプトにかけてちょっと要約してもらいましょう。チャット GPT に先ほどのね、プロンプト、この出力までですね、ここまでを、貼り付けて、あとは、ここですね、ファイルの追加。このプラスのところをクリックして、で、このファイルの追加をしてもらって、で、先ほどの PDF、これを貼り付けました。で、このまま投げていきましょう。そうすると、このような感じで、先ほどのね、与えた論文、これだけを参考にして、ポイントを10個、こう出してくれてます。なので、論文の要約ね、これすごくわかりやすくまとめてくれてるので、長い文章とかね、さっき英語で36ページでしたよね。こういったものをざっと把握しようと思ったら、こういったプロンプトでチェックするのも非常に効率的ではないかなというふうに思います。他にも、複数のね、ものをこうファイルでね、アップできますので、いくつかね、いろんな文章をバーっと与えておいて、これまとめてねとか資料にしてねとかっていう方法もありだと思います。それでは次4つ目ですね。長文作成用。これはね、記事を書いたり、レポートを書いたりとか、文章をね、作るときに使えるプロンプトになります。それで特にね、文字数を指定したりすると、ハルシネーションって起きやすくなりまして、これ文字数を埋めるために架空のデータを使ったり、存在しない事例とか、そういったものをね、出してしまうんですよ、AI っていうのは。なので、なるべくね、こういう AI の創作ですね。これをやらせないためのプロンプトになります。場合によっては、この AI のね、創作っていうのがすごく大事なこともあるので、この AI の創作が全体ダメというわけではなくて、ファクトに基づかない創作。これはね、信頼性につながりますので、そういうところをね、潰していきたい方は、こういったプロンプトも使ってみてください。こちらもね、ポイントとしては同様に、確認できないことは書かないとか、文字数を稼ぐために保管しないでねということを、指示しております。それがこちらのプロンプトになります。こちらもね、優先順位としては正確性を一番優先させているということですよね。で、実在確認ができないものは使わないでくださいねということですよね。ここ、自治体とかでもなんか問題になってましたよね。架空のものが使われてたりとかね。いろいろありますのでね、やっぱり記事として公開するとかっていう風になってくると、ここ非常に重要なポイントになると思います。あと、意見とか推論を述べるときは、何々と考えられるとか、何々という見方もあるという風に書いてくださいねという感じで指示をしてあります。で、ここですね、字数を守るために情報を保管することは禁止するという風にしています。こうなるとね、基本、文字数指定しなきゃいいんじゃないかというふうに思いがちなんですけど、実際ね、やっぱり文字数を指定しないと AI って止めどなくね、いろんなことを書いてしまったりするので、やっぱりある程度のね、文字数、この一つの見出しあたり、どれぐらいの文字数とか、全体でどれぐらいの文字数っていうことは、やっぱり指定しておいた方がいいかなと、私個人的には思います。で、そうなると、ここのね、字数を守るために情報を保管する。こういうことが出てくるので、これもね、同時に予防していくという形になりますね。今回はサンプルとして、生成 AI を使い始めたばかりのビジネスパーソンということで、この対象読者、で、あとトーンですね。で、目標の文字数。こういったことも、書いていくと。で、あとテーマですね。このテーマの部分。この赤字部分だけ皆さん入力してみてください。今回はテーマとしては、ハルシネーションのリスクとビジネスで生成 AI を使う際に気をつけるべきこと。こういうテーマについて、ターゲットこれ、トーンこれ、文字数これという形で書いてくださいねという指示をしていきます。では、このプロンプトを全部コピーして、
チャット GPT に貼り付けていきましょう。はい。このように先ほどのね、プロンプト全部貼り付けましたら投げていきます。はい。そうすると、このように、ハルシネーションとはっていうことで、考えられますとかね、いろいろ出してくれてますね。だーっと。これで800字ぐらいの文章が、出てきているという感じになります。あとはね、この出力された、例えば文章ね、記事とかに使うような長い文章について、これをね、本当にハルシネーションないのっていうチェックをしたりとか、ファクトチェックをね、効率よくしていくっていう方法は、メンバーシップ、この後のメンバーシップ動画の中でね、解説していきたいと思います。それでは5つ目ですね、この連続対話型プロンプト。これ何かというと、チャット GPT とか、生成 AI でね、何かを出すときって、結構会話しながらね、出力されたものに対して次これとか、じゃあこれの内容何ですか？これどういうことですかって、会話しながら使っていくことって結構ね、多いと思うんですよね。で、実際この会話型をしていくと、会話がね、長引くとね、どんどんハルシネーションって起こりやすくなったりするんですよ。あとは、この回答がね、矛盾してきたりもしやすくなるんですよね。一貫性がなくなってきたりするので、そういった時に、今回紹介するプロンプトを、まず一番最初にね、ポンと投げておくんですよ。で、そうすると、そのルールを適用したまま、会話のやり取りをしていってくれますので、こういったね、矛盾した回答がね、起こりにくくなります。使い方のポイントとしては、その会話の一番最初。だからチャット開いた時ですね。チャット開いた時に一番最初にこのプロンプトを投げていくと。で、会話が長くなってきたら、AI って途中で忘れてしまうことがあるので、指示を。なので、もう一回ね、これを途中で貼るということも大事です。定期的にね、ルールを思い出させるっていうのがコツになります。このプロンプトを使っていくと、AI と質の高い議論をすることができますので、こちらおすすめです。こちらがね、実際のプロンプトになります。会話のルールっていうのが書いてありまして、前の会話では何々と述べましたが、とかっていう断った上で訂正してくださいねとか、ユーザーの発言でも、こちら側の発言でも事実と異なると判断した場合はちゃんと指摘しましょうねとか、こういうようなルールを加えております。それで、今回はこういう会話を始めてみたいと思います。ハルシネーション対策をテーマにしたブログ記事の構成を一緒に考えたいです。まず、想定読者はチャット GPT を使い始めたばかりの会社員です。この読者が最も知りたいことは何だと思いますか？ここからね、会話を始めていこうということなんですよね。で、今までだったら、このね、質問、これだけをチャットに入れてたと思うんですよ。チャット GPT とかね、生成 AI のチャット欄に、まずこの質問をバッと入れてたと思うんですが、今回はこれを入れる前に、このプロンプト、これね、まとめてでいいです。プロンプトの一番下に質問を貼り付けてもらって、でこれを全部コピーして、このままね、まず貼り付けていきましょう。今回の場合は、先ほどのね、ずっと使ってきたチャットの続きになるんですが、このまま貼り付けます。で、貼り付けて確認したらね、プロンプトを投げていきましょう。そうすると、このような感じで回答がね、出てくるんですよね。最も知りたいことなんですかみたいなことで、この情報は本当に正しいのかとかね。で、あとは、どんな時に間違いやすいのかとかね。こういうようなことも出してくれてます。危険な使い方と安全な使い方の境界を知りたいとかね。ざーっと出てきました。で、このまま、次の質問、この内容を見て、危険な使い方ってありましたよね、先ほど。危険な使い方なんて関係ないと思うんですけれども、使う側の自由じゃないですかって。ちょっとね、嫌な質問をしてみました。で、そうするとどうなったかと言いますと、このような感じで、引き継ぎ情報、先ほど前の会話ではこうでしたよっていうことをちゃんと書いてくれてますよね。あと、使う側の自由という点についてはその通りです。ただし、ビジネス用途に限ると話は少し変わると考えられます。で、これちゃんとね、あなたの言ってることちょっと違いますよみたいなね、ニュアンスで、柔らかい感じで教えてくれてます。で、このように、だーっと、なんでなのっていう理由も書いてくれつつ、で、最後、まとめとして、誤りがそのまま使われてしまう使い方を指摘しているんですよって、この危険な使い方ですね。に関しては、そう言ってくれてますね、AI が。このように、質問をね、繰り返していくという時も、一番最初にハルシネーションを起こしにくいようなプロンプトをざっと貼っておく。そうすることで、非常にね、内容のある、このやりとりになっていきますので、ぜひね、これ試してみてください。これ、本当に使う前にね、パッとこれを貼るだけですので、すごく簡単です。はい、ということでね、ここまで
このね、いかにして出力するときにハルシネーションを起こさせないかということで、5つのプロンプトを紹介していきました。で、これができたらですね、次に出力された、チャット GPT なり AI が出したものに関して、本当にハルシネーション起きてないのっていうもう一回チェックを AI にさせると。で、さらに人間の目でファクトチェックをしていく。この2つのフィルターをかけていくということが重要になってきます。で、この2つについては、この後のメンバーシップ限定の動画のところで、プロンプトも紹介しながらね、実演解説していきたいと思います。私のこのチャンネルのね、メンバーシップ動画、もうこれ30本以上になってるんですけれども、毎週ね、1本ずつこのように新しい動画も、限定動画も公開しておりますので、ぜひご参加いただいて、一緒にね、勉強していただけると嬉しいです。